Let's do it. Hey yo. はい、どうも皆さんこんにちは、新たです。新たのダンススクールでやってまいりました。いや、さあ今回ですね、こちらもリクエスト多数いただいております。こちらのね、3J のお方たちからですね、ユニットステージを見ていきたいと思います。そして今回は大先生のダンスをね、フォーカスして見ていきたいと思います。いや、本当にね、超うまいですよ。本当にね、はい、ラインナップ超パンツで踊ってらっしゃるね、シーンとかも見れて新鮮ですよね。で、やっぱこの練習風景を見ることによって、その人のダンスの底力といいますか、実力ってやっぱり結構出てきます。飲み込みが早いかとか、誰が引っ張ってってるのかみたいなところが見えてくると、よりその人のダンスの奥深さみたいなものが見えてくると思います。さりげないポイントはね、結構あるんでね、見ていきましょう。まずですね、なんだっけ、そう、Twitter とか Instagram も僕やってるので、よかったらフォローお願いしますっていうのをね、この YouTube を始めて、1年ぐらい経って、やっとこう、口にするというところで、最近コメント欄とかに載せてるんですけど、概要欄とかに載せてるんですけど、まあ、もしよろしければね、フォローの方もよろしくお願いします。友達にね、それでもちゃんとやった方がいいよって言われたんで、はい、すいません、ちゃんとやっていきます、これからね。はい。見ていきましょう。まずですね、8秒、ダイナミックが強みというところですね、見ていきましょう。動きがね、大きいんですな、先生は。ここ。わーっていう風に手をフィャーってやるんですけど、一個そのダイナミックに音取ろうよっていう時の動きのね、その範囲がね、広いんですよ。で、ここでイエーって言ってニコニコになって、で、ここもうなずいてるんですよね、音に対して。踊りがね、こう、深いんですね。リズムに乗ってるっていうものをちゃんと持ったまま、リズムは自分のもんなんですよ。こういううなずきっていうのは。そこに対して振り付け、みんなで決められた振り付けを踊るっていうところが入ってきてるので、アレンジ、オリジナリティとその振り付けっていうものをうまくミックスさせた状態で踊ってるのが大先生っていう印象です。イエーっていうところでちょっとこういう風になるじゃないですか。この感じも含めてすごく曲とね、自分を一体化させるのが上手いなっていうところが大先生です。こういうところがですね、スキルなんでございますね、実は。はい。踊り慣れてる人のできるスキルです。はい。はい。からのですね、50秒全部上手いよ大先生というところを見ていきたいと思います。本当にね、本当に全部上手いんですよ、ここ。というところでございまして、まず、このポイント何がどうすごいのかと言いますと、ここ乗ってる時のこの手の形が、こうじゃなくて、ちょっとね、人差し指と親指をこう近づけてる感じがするんですな。このね、手の形のシルエットがまず超おしゃれっていうところと、きっと強いおしゃれですね。この足のスタンス、ここから、この、ガニ股を取った時の先生のね、このシルエットが超おしゃれなの。なんでおしゃれなのかなって思ったんですけど、足が長いからっていう。で、足が長い方がぐっとここ大きく広めにスタンス取って、腕を高めに取るんですね。で、腕が長いので、ここの手の形を振った時の、このね、軌道が超綺麗に映るんですね。からの、ここでタンタンタンって最後に乗るじゃないですか。その時の首の角度と、この足のスタンスが超おしゃれなので、スローで見ていきたいと思います。T シャツのスヌーピーも可愛い。開いた時のこのね、距離、広い。で、ここなんですね。ズバーン取った時のこの左手の距離。頭3個分ぐらいいきますでしょ？で、この深さ。もうね、これなんです。大先生の全てはここです。深い位置取ってんのにもかかわらず、手は超遠くまで伸びてんにもかかわらず、下がすごいワイドに開いてるっていうバランスです。多分何ですか、比率で言うと超綺麗な比率を取れちゃう体を持ってるんですね。で、このね、大きい体持ってたら、長い手足持ってたらみんなこう踊れるかって言うとそうでもないので、これちょっと曲がっちゃったりとか、逆にこの綺麗なところで取るのがね、人一倍難しかったりするらしいんですね。大きい人に聞くと。っていうところをね、ここまで綺麗に取れる。首も入ってらっしゃるでしょ。この黄金比率。ちょっと眺めてください。いやー、おしゃれだなー。この深さ。で、この足。一個の、右足に重心ぐーって乗っけてるんですけど、ここから出すこの左足のね、遠くに出す感じ。そういうことジミンちゃんとか、
グクちゃん見ていただくと、真ん中に、重心が乗ってるんですけど、大先生の場合はだいぶ右足に乗せてるので、こっち側ですよね、体重が。で、左足を遠くに出してる、踏み出してるっていう感じになってますね。なるほどね。で、ここのね、パーンの足の上げ方。お二人と比べても状態がちょっとかがんでるんですね。大きい人があえてかがんでそこから手がこう上に伸びてくる感じなので、このスタンスが超イケメンと。こういうとこいいですよね。練習風景でしか見れない。本番で絶対出てこないじゃないですか、すがちゃんは。一連でこう見ていただいてわかると思うんですけども、これをね、ちょっと本番のシーンでね、見ていきたいと思うのでよろしくお願いします。多分ですけど、右足、左足にがっつり重心を乗せるのが超うまいので、まあ足が強いですね。ってなってくると、その浮いてる方の足をいかに遠くに出すかっていうところが、深みを取りながら体を落としてできると。で、その時に手が下にブラーンとなってるんじゃなくて、上目の位置でポジショニングをおしゃれに取ることができるっていう、からですね、2分39秒ですね。このアクセント。見ていきましょう。このパーンってとこですね。で、ここ、パーンパーンってすごく大先生も言ってらっしゃるんですけど、このパーンの時の質感がやばくて、何がやばいかっていうと、パーンの時に全身がパーンって言うんですね。これでパーンの時に首もちょっとパーンっていう風に入るじゃないですか。一個ね、体がドって下がるんですよ。頭の位置が。で、パーンっていうのを、パーンっていう風に取ると。で、パーンっていうことによってさらにその質感が出るし、体もちょっと落ちるし、で、もっと細かいことを言うと、パーンの時に細かくヒットも一緒に入れてるので、パーンの時に筋肉をですね、ちょっと弾くんですね。その感じで右足を後ろにファーンと引くっていう、全身を連動させた動きになってます。ここから右足つけると同時に手を開く。で、等速なんですね。この手が開く速度と足のファーっていう速度が全部同じ。で、軌道も同じ。っていうところで、このパーンの質感がむちゃむちゃ綺麗に映るわけですね。水面に石を投げまして、ポチャーンって広がるあの感じが全身で表現できてるみたいな感じですね。はい、からのですね、4分14秒、この可動域と見ていきたいと思います。ここからですね、ステージの方に移ってまいりますね。行ってみましょう。このね、手いきますでしょ。で、肩入れるでしょ。この肩入れた時と、肩でここね、引っ張り上げてます。からのね、腰でもね、グッて引っ張ってるんですね、こっち側に。このベクトルが生まれてるので、こういう引っ張り合いになってるんですけど、これのね、可動域が広いです。首も一緒にグッて入ってるんですね。これだけだと体でこう入っていく感じになるんですけど、ここにさらに腰が入って肩をもっと上に上げて首を近づける動きをすると、ここからこういう風になるんですね。で、これね、やっていただくとわかるんですけど、肩上げてって言って肩上げるじゃないですか。ここからさらにもう一個上げてってなると、ここのね、お腹の部分が潰れるんですけど、筋肉の部分ギュッて下に潰して、さらにここに首もこうやって入れていくっていうところで、だいぶ力がいることです。ここからワン、ツーぐらいで持ってく領域に対して、ワンで持ってくっていうところがすごい。で、これをワンで持ってきるのなんでかなっていうと、ポップの多分基礎があるからなんですね。ポッピンっていうダンスは基本的にこういう風にヒップホップの中で踊られるようなアイソレーションの使い方よりも一個奥に入れるっていうようなそのブガルースタイルっていうんですけど、そういう動きがあります。そこをうまく使った体の使い方になってるんじゃないかなっていう風に思えるポイントがここになります。で、ここのワンっていうところのダイナミックさもすごいですよね。この時の低さっていうのもすごくポイントで、だいぶこの左足に体重乗せて右足が遠くになった時に、このね、このシャープ、ここの体の広背筋の部分からのこのね、入れ方がね、角度がちょっと鋭いでございましょう。ここもね、やっぱ大先生のなせる技。一個のこのワンポイント足取るときも、だからしっかりね、これ、右足に体重乗せるっていうよりも完全にほぼ左足に全体重をかけてるっていうところになりますね、これ。からのですね、羽ばたくプテラモドンというところですね。ここなんですな。もう圧倒的なプテラノドンっていうのはわかりますか？プテラノドンっていうのはもう、今はいないんですけれども、昔ですね、地球上にいたとされる、恐竜でございますと。知ってらーと。この深さです。この低さに対してこの上が取れるっていう、
これ。もうね、だいぶやばいですよ。これが大先生のダンスの真骨頂。足バンバンバツバツなんですけどね。この高さ、頭よりもはるかに高い位置で腕をぐっと開いた時に体がぐっと下がると。この動きですね、大先生は。この引っ張り合いが本当にうまいので、ダイナミックですと。ここのね、乗り方もね、こっちか、こっちか。やばいですね。スマイル。ここもね。ここもね、このね、乗り方ですね。右側にちょんちょんという風に移動しますけど、このね、膝の使い方ですね。クイックイっていう風に動かすこの膝の使い方の可動域、膝の使い方がとにかく柔らかいので、この動きがよりダイナミックに見えると。で、低い体勢とってそのまんま移動することができるんですね。頭の位置を変えずに膝を柔軟に使うことによって横に移動するっていう技になってるんですけど、ここもやっぱヒップホップで培った膝の強さみたいなものがね、現れてるんですよね。からのですね、5分34秒ですね。うし見ていきたいと思います。ここはね、うしってとこですね。これですね。このドーンって上がってきたところですね、まずね。このね、深さ。ワンシーンではあるんですけれどもね、この感情を込めて、うーんって体をこう波打たせるところですね。ブラックスワンとかでもありましたけどもね、本当にこのね、滑らかに質感重たい質感を出すのが非常にうまいと。もね、マスク越しにも伝わってきますよね。42秒ですね、浮いてる大先生と、浮くんですね、大先生。ここなんですよ。足をね、ススーッと抜く動きをしているんでございますがね、体がちょっと浮くんですね。ここですね。浮いてるんですよ。多分この時に両手でグーって押して、足がちょっとこう、ふわっと浮き立つような感じ。早いんです。他の二人に比べて、ここのポジショニング取るのが。いや、体強ないっていう。からのですね、6分46秒ですね。笑顔でダンスはやばいと見ていきましょう。6分46秒。っていうか、ここからなんですよね。大先生センターパート。わーお、ほら、この手ですよ。これね、おつすぎる。こう叩いてからのこのね、叩いたこの右手が戻ってくる軌道もね、ダイナミックですね。ちょっとこれ全部スローで見た方がいいな。75% で見てみましょう。うえい、リンリンリン。手。リンリンリン。うお、この右手。深い。ここも、いや、尊い。このね、奥行きですよね。手の後ろの感じと、ここのね、笑顔。これです。このね、笑顔。今これゆっくり見てますけども、すごいことをたくさんやってきてるんですね。で、今なんならすごいことやってる最中なのにもかかわらず、このスマイルですよ。本当にね、ダンスモンスターって感じが半端じゃない。すごいことやってるのに、すごいことをしてる顔をしないっていうところが逆にすごいんですね。笑顔って一番やばい。ここのね、パーンのね、一発のヒットも強いですね。やっぱさすが、ポッピンをね、こう軸に置いてらっしゃる方は違いますね。パーンも、パーンじゃなくて、パーンワンっていう、ちょっと余波みたいなのが残ってるじゃないですか。これなんですよね。ここもやばいんですね。何がやばいかっていうと、ここは固定です。体の、ポジショニング、カッて固定させて、動かすとこだけ動かすっていう風にして、顔がね、ほぼっていうかもうゼロなんですよ。動かないんですよ。ここで、パってなりますでしょ。今度左手が動きます。左手、右手って動くんですけど、この顔とこの体、一切動かないんですね。って
っていうところでその空間固定っていう能力の高さもここで出てきますね。最後は7分26秒ですかね。ハウスもお手の物というところですかね。見ていきましょう。やっぱこのステップですね。かざねちゃんだったかなと一緒にこう、レッスンをされてる動画も出てましたけども、やっぱりそのハウスステップもできるというか、ハウスダンスもできるっていうところの幅の広さですね。おそらくですけど、ストリートダンス全部できると思います。ロック、ポップ、ヒップホップ、ハウス。ブレイキンはどうだかわかんないんですけど、ブレイキンはまたちょっと特殊なので、ソウルとかそういったところの、ストリートダンスにおけるいろんなそのジャンルの要素っていうのを取り入れてる方なので、パフォーマンスにおける幅の広さっていうのが桁違いなんですよ。できることが多いので、できることが多いと、さっきみたいに振り付けのダンスではあるんですけど、一個アクセント取った時の奥行きが出たりとか、ちょっとステップやった時に、ハウスのステップがもううまく綺麗に踏めたりとか、ヒットを打った時にパーンってなる、ヒップホップの要素があるので、膝をワイドに開きながらのこの体重移動も取れるっていう意味で、本当にね、すごいんですよ。できることが多すぎて。で、こういう人が、じゃあ、たくさん K-POP 界にいますかっていうと、そんなことがないっていうところです。どれだけその稀有なダンサーさんなのかっていうところが、一見わかりにくいんですけれども、ダンスっていうのをこう知っていくと、みたいな。それもできるのこれもできるのみたいな。そんなダンスをやっぱ習ってたのみたいな。習得してんのみたいな。今でもこう練習してんのみたいなところが見えてくると思います。そこが、大先生のすごいところです。突き詰める姿勢ですね。で、その突き詰めたものをちゃんとパフォーマンスでこう出してくるっていうところが、一番すごいことだというふうに思ってます。はい。というところでね、見ていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか？やばいんですよ。本当に。で、じゃあそこに対してジミンちゃんは、グクちゃんはっていうところで、また彼らはですね、違った良さがあって、違った凄さがあるっていうところもあるので、ぜひそこもね、次の動画で解説していきたいと思います。よろしくお願いします。リクエストや質問などありましたら、下の方からよろしくお願いします。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。僕のこの動画を見た上で、またちょっとこのユニットステージの動画見ていただけると、大先生の凄さがまた伝わってくると思いますので、よろしくお願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ。